こんにちは。月末ラダー追い込み中なのでスタンイベからお送りしている春日部紬です。今回は本当に新規性が高いリストで一発7勝できたのでウキウキで動画化しました。墓地利用、全体強化、大量ドローと足の好きなものが全て詰まったデッキなのでゆっくり見ていってください。お相手は赤単、除去と実質除去があるのでここは構えていきましょう。お相手はスクイーをキャスト、切り崩しの範囲外でなかなか厳しいクリーチャーが出てきました。こちらは聖戦士の奇襲兵をキャスト、実質アタック時3点火力として使える便利生物です。スクイーンは無事打ち取れたので救出専門家で奇襲兵を回収します。死は労働をやめる理由にはならない。お相手フェルドンをキャスト、面倒ですが切り崩しがあってよかった。さらに稲妻の一撃、ここまでほぼ100点に近い動きですね。ここ本当は即走を取る場面なんですが、このデッキ墓地利用が多いので熊野の追放は困る。こちらは相棒をキャストして構えてターンエンド。お相手不規則炎をキャスト、これはだいぶもったいない使い方してくれて助かります。これに合わせてフェルドンを除去しました。3点入って残り6点。こちらは救出専門家で相棒を釣り上げます。追放されるまでは働いてもらいますよ。さらに相棒を通常キャストでターンエンド。お相手即槍から敵対者をキャスト、そして全員でアタック。これは万歳かな。盤面はだいぶ有利になりました。こちらは救出専門家をキャスト。相棒くん、アーシが働いてるのになんで帰ろうとしてるの？これはもう殴り始めて大丈夫のはずです。あとは構えてターンエンド。お相手スクイーを墓地からキャスト。これは切り崩しです。そのまま殴らずターンエンド。こちらはエンドに奇襲兵をキャスト。機械化戦役魔のに使えますね。ライフリンク2体は殴ってしまいます。なぜかセラの模範は出さずにターンエンド。周りへの焼き払いとか入ってるかもしれないしね。完全に返したのであとは攻めていくだけです。お相手両方をブロック。セラの模範から専門家を休日出勤させて、ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。除去はないですがまあまあの反動。お相手教団の徴収兵をキャスト。黒ターナブロかな。こちらはジャダーをキャスト。先手なので攻めっ気を見せていきます。お相手負け犬をキャスト。ちょっと面倒。こちらは腐敗ゾンビでアタックし、本命の発表をキャストしてターンエンド。エンドステップに誘発でトークン2体。相手の4マナ目までに除去を引き込みたいところです。お相手さらに教団の徴収兵をキャスト。タフ1は問題なし。さらに敵対者をキャスト。腐敗ゾンビのアタックが止まってしまいました。お相手のアタックは徴収兵だけ相打ちします。こちらは相棒をキャストして、救出専門家は嬉しいけど除去が欲しい。ダメ元でゾンビだけアタック。あとは奇襲兵を構えてターンエンド。次は運命の4ターン目。あれが出てくるとまあまあしんどいです。お相手3体でアタック。ここは奇襲兵キャストでこうブロックします。お相手徴収兵をサクって2ドロー。なるほど、お互いトークンと墓地利用って感じで親近感。さらに徴収兵を戻してターンエンド。さっきのコンバットでトークンじゃなくて相棒を相打ちすべきでしたね。結果死なないとしても専門家で奇襲兵戻しは黒にはあまり有効じゃないかも。あとここは混迷のために2体アタックにしましたが、どうせブロックしないジャダーを殴らせるべきでした。混迷の発表が裏返ります。これでだいぶ有利になったはず。お相手シェオルドレッドをキャスト。除去がないのについに出てきてしまった。こちらはセラの模範を引き込みます。まだ戦えそう。無駄なんだけど救出専門家をアタックさせます。ライフゲインしておくのと次のターンセラの模範で回収するためです。放浪法警戒で1体くらい相打ちさせてくれるかと思ったけどお相手の読みの方が1枚上手でした。今までの動きから除去は持ってなさそうだけど、引き込まれたらほぼ負けですね。
お相手汚れた敵対者をキッカーキャスト。まあまあ打点であって負け犬もいるのでセラの模範が殴りにくい。とりあえず地上は膠着しました。あとは除去を引き込みに行くしかない。こちらは2マナたちで万歳アタック。お相手は徴収兵だけ落ちてあんまり美味しくないですが、救出専門家で相棒を引き上げます。専門家くん、相棒くん、ノルマこなせなかったらこのデッキに居場所ないからね。お相手さらに汚れた敵対者をキャスト。調子に乗ってブロッカーを減らすと返しでやられるやつです。そのままターンエンド。こちらは専門家に冠を装備させて、専門家とゾンビでアタック。専門家は絶対相打ちしてくると思うのでゾンビに装備じゃなくて OK。 専門家くん、追放により無事退職。徴収兵が戦場に戻って人体改造機の冠で1ドロー。さらに新しい専門家をキャストします。ようこそ、ここはアットホームな職場だよ。しれっと冠を装備させてターンエンド。お相手大騎馬星団の襲撃をキャスト。これは奇襲兵で取れますね。さらに負け犬を奇襲キャスト。このためにセラの模範を残しておきました。負け犬が死亡して1ドロー。お相手2点ゲイン。お相手進化した潜伏工作員をキャスト。マナフラー家が多くて強い。エンドに奇襲兵を生贄に捧げて勢い弾の襲撃を破壊します。こちらは除去を引けるまで黙々と万歳アタックを続けるしかありません。専門家と腐敗ゾンビでアタック。人体改造機の冠のドローは冠もう1枚。ドローは加速するけどそれじゃないんだよな。こちらは救出専門家を墓地からキャスト。専門家くん、奇襲兵くん、残業は45時間以内だからね。仕事はあるけど残業はしちゃダメだからね。あとはわかるね。お相手は潜伏工作員でドローを進めるようです。セラの模範が落とされると厳しくなります。切り崩しはセーフ。お互いキーカードを引けずに睨み合いのグダグダバトル感が加速してまいりました。こちらは竹沼を引きました。なるほど。ここでちょっと便利なテクニックを紹介します。私はこの盤面なら平気かとフルコン切ってますが、普通はフルコンじゃないと決まらないのでご注意を。いつものように救出専門家くんに死んでもらい、死亡誘発はドローを見るために救出専門家追放を最後に回します。2枚ドローして、ここですね。フルコンじゃないとシェオルがいなかった時止まらないはず。ここで竹沼発動して回収するのは専門家。これでセラの模範の追放を避けて専門家くんをもう一度出社させられます。ついでに先ほどの切削でようやく除去が落ちたので、忘却の儀式でシェオルを追放します。シェオルなんてライフゲインがあれば怖くないんすよってことでね。おおむね勝敗が見えたので加速します。接種は地上が止まって嫌ですが、もう飛行アタッカーがいるので問題なしです。こちらは追加の人体改造機の冠をドローします。ようやく出番のフィニッシャー。聖域の番人をキャスト。もうセラの模範は我慢する必要ないのでアタックします。8点入って残り17点。お相手シェオルドレッドをキャスト。強いですが、もうさっきとは違うので大丈夫です。お相手腐敗ゾンビでアタック。これは適当にブロックします。除去ないのは分かってるので、聖域の番人も使っちゃいます。シェオルの2点ルーズは痛いですが、地上はもう返しで死ぬ打点はないため、フォークロックでアタックです。よく見たらリーサルできたけどママやろう。救出専門家を再度出勤させて、相棒も墓地から出勤。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。最初から2倍速で3戦目いくぞ。お相手自然主義者をキャスト。許されないので除去しておきます。
2ターン目は動き出し、10目の動きと除去が多いということですね。本命の発表2枚は嬉しいですが、このデッキに8枚あるエンチャント除去が欲しい。とにかくエンチャント破壊したいのでドローします。お相手精霊界との接触をキャスト。これ地味にアーティファクト触れるんですよね。早く置物破壊を引かないと間に合わなくなる。3体でアタック。本命の発表で2ドロー。8積みの1枚を引くだけでいいのに、お相手に負荷にマナを立ててエンド。まさか。とりあえず殴ってみよう。エンチャントデッキでまで見るとは思わなかったよ。相打ちは面倒なので除去しておきますか。さらに専門家で相棒を釣り上げます。ついでにジャダーをキャスト。これは小粒ビートダウンでいけるかも。放浪王からトークンが出て、ここでカティルダは強い。リーサル範囲外に出られました。カティルダもスピリットトークンも放置すると負けなので、ここで日和るのは負けに直結します。ということで、全員でアタックします。カティルダはエイガン城で破壊します。さらに腐敗ゾンビから1ドロー。置物破壊どこ。でもまともなブロッカーいなきゃ次のターンはリーサル届くかな。お相手さらにカティルダトップ。ずるい。奇襲兵早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。ここでフルアタックはかなり微妙なんですが、とにかくスピリットを減らしたいのでアタックするしかない。一応3点は入りました。人体改造機の冠は外れ。聖域の番人で1ドローします。お相手美智子が裏返り。やっぱり除去も持っていたか。エンチャントのカウントが危険域なのでいい加減置物破壊来てほしい。こちらはまずアタックに入って1ドローします。ジャダー置き直しのいとまはないのでここでは控えておきます。ドローはさすがに運が悪すぎる。ようやく来ました奇襲兵。お前のことが必要だったんだよ。ここ見せる必要はないのでこのターンでは出しません。お相手美智子にカティルダのオーラをつけます。強すぎですね。マジで奇襲兵引かなきゃ負けるラストターンだった感じでした。こちらは奇襲兵をキャスト。厄介な置物を破壊します。さらに救出専門家をキャスト。戻ってきた奇襲兵で美智子を破壊します。冠をゾンビに装備し直して2体でアタック。両方通って残り10点。そしてそのままターンエンド。お相手緑線の束縛をキャスト。聖域の番人が追放されます。1体でアタックしてきますが、これは計算面倒なのでセラの模範から三度奇襲兵ブロッカーを減らして全員でアタックです。23点通って私の勝利です。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。自己気味の試合2連続だったんですが、防御力やドロー力を見せるにはそういう試合の方がいいかなと思って採用してみました。もちろん分回って勝つ試合もあるんですが、そういう試合は根錬発表強いなで終わっちゃうので、コンセプトとしては2マナのクリーチャーや根錬の発表のトークンを人体改造機の冠や根錬の裏面で強化して殴ったり、救出専門家やセラの模範で2マナクリーチャーを回収して置物破壊やドローを使い回してリソース確保するといった感じです。似たようなデッキとしてはマルドサクリファイスを以前に作ってるんですが、そこからサクリファイス要素を抜いて普通に殴って勝つ感じにしています。2マナインスタント除去なしで悠長な忘却の儀式だけでアグロいけるのって思われるかもしれませんが、そこでこのカードですね。鋼の四天使や肉体くらい相手に普通に除去として使えるのもあるし、相手のアタックに対してコンバットトリック的にマドカ即キャストして相打ちする使い方ができるので実質除去枠です。ということで青白兵士はともかくとして赤単には割と有利がつきます。現環境だと確定除去が欲しいのは最速で4ターン目以降、そこまではパワー3が盤面にいれば大体止まるので、切り崩しとパワー3さえあれば意外と忘却の儀式という悠長な除去でも間に合うのかなといった感想です。
あとは置物破壊8枚耐性という構成なので、ハイミッドレンジ相手にはリソース源を奪いつつ殴っていけて強いです。竜王さんだと白系には国別積まれるかなって思うんですが、サイド後は墓地利用要素を減らして脅迫と PW を入れる感じで考えてます。プレイで何戦か調整してこれめっちゃいけるわって思ってスタンイベ一発だったので、次はラダーかなってところで、今月末順位死守中なのでさすがに怖くてラダー持っていけませんでした。本格的に調整するのは来月からになると思いますが、既存のメタデッキとかなり方向性が違って面白かったので、こうして急いで紹介させてもらいました。改善案とか BO さんプランとかがあったらコメントしてくれると嬉しいです。以上です。Twitter 始めました。いや本当は前からやってたんですが、プライベートのアカウントじゃなくて動画専用のものを作ったので、よろしかったらぜひ登録お願いしますね。あと YouTube やニコニコの登録者も思った以上に増えていて嬉しく思ってます。まだの人はぜひお願いします。反響が数字に出るとやっぱモチベーションが上がります。ということで、次回もお楽しみに。バイバイ。